今回の動画では大陸版にて2026年3月から7月までに実装されたオペレーターを紹介。対象となるイベントはオムニバスストーリー十字路から統合戦略霊落者の黒竜樹海となり、対象となるオペレーターはベローネ、ドチョウズマー、ヴィー、クロージャ、ケルシー・エスペランタ、エンコリュー・オーキッド、アフリッサ、メカニストの8人。グローバル版での実装予測時期は2026年8月から12月までとしています。まずは星6前衛投資オペレーターのベローネから。ベローネの実装予想時期は8月中旬。メインスキルは2と3になりますが、実用的なスキルは2で、スキル3は固有の性能が特徴的なユニークスキルとなっています。スキル2はスキル発動中、攻撃範囲が拡大、攻撃力が上昇、最大3体の敵を同時攻撃可能となり、素質1の効果が最大8回まで重複し、効果の重複回数が最大となると持続的に足止め効果を付与するという効果。スキル発動中はイネスのスキル2の攻撃範囲と全く同じ攻撃範囲を持つので、投手としては珍しく遠距離攻撃が可能。また、同時攻撃可能かつ素質効果が最大化すると足止めを付与できるので、敵をブロックせずに殲滅できるため、リスクを負わずに敵の対応ができます。このスキルの最大の特徴は敵の防御力を大きく削ることができるという点。火力自体は総ダメージで8万以上と良好ではありますが、それ以上に防御力のデバフが強力で、モジュール込みならば最大で 64% 減の防御力デバフを付与できます。この効果はベローネの攻撃は物理なので、当然自身にも恩恵がありますが、敵の防御力を直接下げてくれるので、他の物理火力オペレーターとも相性が良好。むしろそちらの面の方が強く、火力スキルではなくサポートスキルとして考えた方が扱いやすいでしょう。スキル3は攻撃力と攻撃速度が上昇。攻撃時、一定確率でその攻撃のダメージが上昇。スキル発動時、スキル効果範囲内にいる敵1体を選択。その敵のいるマスが移動可能マスであれば、ベローネがそのマスに移動し、目標にした敵がボスまたはエリートで撃破したのであれば、即座にスキル範囲内にいる敵を選択して移動。またはベローネが1秒以上攻撃していないのであれば、再び移動するという効果。赤人名称チェンのスキル2の性能で敵をブロック可能なスキルのような性能で、敵を撃破するたびにベローネが敵の元に移動して攻撃を行うという特徴的な効果。投手の弱点である攻撃距離の狭さを自身が移動することで補うため、敵の抜けが非常に少なく、また総ダメージも20万を超えた上で敵に防御力のデバフを付与するので、現在の環境においても十分な火力。ただスキル形式上素質2による回避率上昇である程度の耐久性はありますが、 HP や防御力の上昇はない上で敵と長時間接敵するので撃破されやすく、撃破後は撤退はしないものの、回避率上昇以外の保護はない状況で HP1 で元の場所に戻るので、予後もあまり良くはありません。そして移動するたびに再配置扱いとなるので、再配置系の秘宝の効果は受けられますが、一方でバフもデバフも全てリセットされるので、通常のイベントなどでは欠点の方が目立ちやすいというのが正直なところ。総じてユニークではありますが、現状で実装されているモジュールの効果もあって、ある程度の難易度となると扱いづらいというのが正直なところでしょう。続いて前衛追撃士であるドチョウズマー。ドチョウズマーの実装予想時期は9月中旬頃。メインスキルは2および3ですが、より実用的な性能は2で、スキル3はある種のロマンスキルとなっています。スキル2はスキルセット時、素質1の効果発動時、SP プラス1の効果が追加され、スキル発動時、攻撃範囲拡大、攻撃力と防御力が上昇。発動2回目以降は永続化し、攻撃力と防御力上昇効果が倍化するという効果。ソーンズやティフォンの2段階スキルを現代風にアレンジしたような性能で、永続化の発動に必要な SP は合計で100、初期 SP を引いても64と非常に多いものの、素質1の効果である高台の反射効果が発生することで SP がプラス1されるので、最短で36秒で永続化が可能。永続化後は攻撃力は4300弱、防御力は1250程度とスキル発動中の決闘者並みの性能を獲得します。性能としては永続スキルということからも分かる通り、大量の雑魚の殲滅に適しており、言うなれば現代版ブレイズのスキル2のような殲滅力。ただ攻撃力が4000を超えるということから一見すると派手な性能に見えますが、攻撃力4000による直接攻撃が適用されるのは攻撃の主目標のみで、残りは余震ダメージや高台の反射ダメージなので、おおよそ1000から2100程度といったところ。そのため極端に防御力が高い敵が物量で迫ってくると対処がかなり厳しくなってしまいます。また防御力は上昇しますが、術攻撃に対しての耐性は通常時と変わらないので、術攻撃が飛び交うようなステージもかなり苦手と言えるでしょう。とはいえ雑魚殲滅能力はかなり高いので、よほどのステージでなければ優秀な殲滅性能を見せてくれ、今回の実装オペレーターの中ではほぼ唯一の放置スキルなので、放置攻略における新たな範囲殲滅スキルとして活躍してくれるでしょう。ス
スキル3はスキル発動中、攻撃力が上昇、自身の前方1マスにダメージ範囲が拡大した攻撃を5回行い、各攻撃ごとに攻撃力の一定割合の物理ダメージを与え、追加で攻撃力が上昇。素質1の反射ダメージの発生範囲が攻撃を行うたびに拡大していき、余ダメージ上昇効果が増加、足止めがバインドに変化するという効果。スキル発動中は 1.8 秒ごとに5回の攻撃を行い、2回目の攻撃以降は素質1の適用範囲が徐々に拡大。ステージの形状やサイズ次第ではステージの全域がダメージ発生エリアになるという条件付きの超広範囲スキル。スキル形式としては打ち切り型となっており、攻撃範囲に敵がいなくても5回の攻撃が発生するので、高台があるステージであれば遠距離攻撃も可能というのが特徴的。総ダメージに関しても地形によって大きく上下し、最低で5万程度、最大で8万程度まで増加することになります。そのため、数値から見ても決戦スキルというよりかは打ち切り型の単発スキル、ごく短時間での敵の殲滅を得意としている一方で、そのスキル時間中に殲滅できなければ打つ手がないという点が短所と言えます。ただ、スキルサイクル自体は決して悪くはないため、瞬間的な火力をメインとしたサブ火力として運用してあげると良さげ、一撃の大火力に全力を注いだある種のロマンスキルであるとも言えるでしょう。続いて術師非術師オペレーターの B。B の実装予想時期は10月上旬頃、配布オペレーターとして実装、運用するのであれば、スキル3をメインに運用することになるかと思われます。スキル3はスキル発動中、攻撃速度が大幅に上昇。攻撃時、攻撃エネルギーを消費したのであれば1回、電池エネルギーを消費したのであれば3回敵を跳躍するようになるという弾薬スキル。B は非術師が貯めることができる攻撃エネルギーを3つ貯めることで1つの天地エネルギーに変換することができ、天地エネルギーは最大で3つ保有することができるので、実質的に攻撃エネルギーを9個保持可能です。スキル3はこの天地エネルギーを消費して攻撃を行うと、敵の間を3回跳躍することができる攻撃を放てるというもので、この跳躍は敵が1体でも発生するので、敵1体に対して最大9回の跳躍攻撃が可能。さらに B の攻撃を受けた敵は5秒間継続の術ダメージを受け、 B はこの継続ダメージを受けている敵は攻撃しないので、継続ダメージが発生している間にエネルギーをチャージして再びスキル攻撃を繰り返すというのがこのスキルの一連の流れとなっています。スキル発動中は攻撃速度が大きく上昇するので、エネルギーのチャージが非常に速く、非術師の中でも特にチャージがしやすいので、コンセプト自体は扱いやすいオペレーターなのですが、問題は9回のチャージを行っても発生するダメージがそう高くはないという点。単発火力が凄まじいオペレーターであるエーベンホルツが最大まで強化をすると単発33000を超えるのに対して、 B は最大までチャージをしても24600と決して低いわけではありませんが、9回チャージする割にはといった数値。正直なところで言うと、やはり配布オペレーターゆえの数値制限がかかっているとしか言えないような性能に止まってしまっており、扱いやすいのに使う場面が見出しづらいという何とも言えない性能に収まってしまっています。これでせめて発動に必要な SP が25や30などであれば、決戦スキルではなく通常スキルとして扱えるので、配布オペレーターという制約の中でもそれなりに頑張っているなと評価できたのですが、続いて先鋒戦術家オペレーターのクロージャ。クロージャの実装予想時期は10月上旬。メインスキルは2と3で、スキル2は序盤のオペレーターの配置までのつなぎと配置の支援に特化し、スキル3は火力スキル及び敵に新たなデバフである鈍化を付与する支援スキルとして機能します。スキル2はスキル発動時、所持コストプラス10、スキル発動中は徐々にコストが回復し、自身の援軍の防御力とブロック数、クロージャの攻撃力が上昇、2体同時攻撃となり、援軍がブロックしている敵を攻撃可能に、そして援軍の周囲8マスに配置されたオペレーターの配置コストの 40% を即座に返却するという効果。クロージャは素質効果によって所持コストの加減が最大でマイナス4するというマイナスの概念を追加。マイナスコストはいわばコストの借金であり、配置コストが33のイフリータは所持コストが29になった時点、つまりマイナスコスト4と通常コスト29の合計33で配置できるようになります。この効果は特に初動に大きく発揮。例えば初期所持コストが20だったとしても、配置コストが24までのオペレーターを配置できるというわけです。そしてスキルには所持コストを合計で25獲得した上で、援軍の周囲8マスに配置されたオペレーターのコストを 40% 返却するので、圧倒的な初動展開力を提供できるスキルとなっています。先方においては林魚シルバーアッシュも高い展開力を有していますが、あちらはコストの入れ替えが発生するので編成コストに気をかける必要があるのに対して、こちらは気にかける必要はなし。ただこちらは配置マスを制限されてしまうので、この点をどう考えるかといったところ。とはいえ配置するオペレーターのコストが重ければ重いほど、展開力は他の追随を許さないものとなっていくので、どちらを起用するかは編成次第といったところでしょう。
スキル3はスキル発動後コストが徐々に回復、攻撃範囲拡大、自身と援軍は攻撃範囲内にいる敵をロックオンして持続的に攻撃、攻撃対象に攻撃力の一定割合の物理ダメージと3秒間継続の効果が重複する鈍化効果を付与。さらに9回攻撃を行うたびに攻撃対象が最大6体となるまで1体ずつ増加していくという効果。コスト回収速度は低めな一方で、現状ではクロージャが唯一付与できる鈍化効果を使用可能。鈍化効果は敵の移動速度、攻撃速度、一部スキルの発動速度及びクールダウン、状態異常回復速度を低下させるデバフで、移動速度はそのままの意味、攻撃速度は攻撃間隔が、スキル発動間隔は敵の特殊攻撃の発動間隔が延長され、状態異常の回復速度は敵の状態異常の継続時間が延長されることになります。つまり敵のあらゆる行動が緩慢なものとなり、間接的に味方の生存率を高め、状態異常を延長することでクラウドコントロール能力を高めることになります。また火力性能もかなり高く、単発性能は低いものの最大で6体の敵を同時に攻撃が可能で、総ダメージは10万超えと戦法としては破格の数値。さらに素質効果によってスキル効果範囲内にいる味方もクロージャの援軍としてみなすので、スキル発動中の攻撃範囲が広い1のスキル3と組み合わせれば、1の攻撃範囲もスキル3の攻撃範囲となり、大量の敵を一度に手中に収めることができます。さすがにこれのために1は攻撃せずにスキルを発動しっぱなしというのはナンセンスではありますが、1の碁石を浪費せずに敵を殲滅しながらコストを稼げるので、初動の1の碁石を置くとオペレーターを配置するためのコストがなかなか稼げないという問題を力強く解決してくれるでしょう。続いて医療空輸士オペレーターであるケルシー・エスペランタを紹介。ケルシー・エスペランタの実装予想時期は10月上旬。メインスキルは2と3で、スキル2がこれまでケルシーやモンスターが有してきた確定ダメージの派生スキル。スキル3がオペレーターの配置に干渉する、ここ最近のオペレーターが有しているシステム干渉型の特殊スキルとなっています。スキル2はスキル発動中、攻撃範囲が拡大、攻撃力が上昇。通常攻撃が味方の回復ではなく、敵への攻撃となり、攻撃対象とその周囲にいる敵に対して確定ダメージを与え、その周囲にいる味方の HP を回復する弾薬スキル。空輸士はスキル発動などで離陸効果を持つ医療オペレーターですが、ケルシー・エスペランタは素質1の効果によって常時離陸している上にスキル発動中も着陸しないため、地上の敵からの攻撃対象にならないので、ステージによっては無敵のユニットになるという極めて強力な特徴を有しています。この強力な素質によって高台ユニットでありながら最前線にいても高い耐久力を誇り、この耐久力を存分に活かしているのがスキル2で、スキル2は空中から敵には確定ダメージを、味方には回復をばらまくという、言うなれば無敵のモンスターがいるような形。そのためほとんどのマップで安全に運用することができ、一方的に総ダメージ48,500を相手に叩き込みながら味方を回復できるので、安定性は段違い。特に医療オペレーターなどがギミックの関係で狙われやすいといった高難易度コンテンツでは大きな活躍が見込めるでしょう。スキル3はスキル発動と同時に戦術アンカーを獲得、攻撃力が上昇、攻撃間隔を短縮、同時治癒対象数プラス1。戦術アンカーを配置時、ケルシー・エスペランタは戦術アンカーを配置した場所に移動させ、攻撃範囲内にいる最大2体の味方を再配置できるという効果。スキル効果として治癒性能を強化する側面もありますが、こちらは攻撃力上昇、攻撃間隔の短縮、治癒対象数プラス1とかなりシンプル。そのためこのスキルの最大の特徴は戦術アンカーによる再配置効果にあると言えます。オペレーターの再配置自体はこれまでも新薬エクシアを筆頭に複数いましたが、ケルシー・エスペランタの特徴は自身と最大2人の味方を巻き込んでの再配置が可能という点。ケルシー自身は高台であればどこにでも配置することができ、対象となったオペレーターは一度撤退した上で再配置時間0でケルシーの攻撃範囲内に再配置することができます。そのため複数の味方を引き連れて敵を追跡するといったことが可能ですが、最大の長所はやはり再配置によってスキル発動に必要な SP を初期 SP によって大きく踏み倒せるという点でしょう。例えば1のスキル3であれば必要な SP は50ですが、初期 SP は38なので実質12秒で再発動が可能に。さらに1などの罠師は再配置によって罠の所持数も回復するので、罠切れを起こしたとしてもケルシーのスキルで再配置することで最大まで回復するといった荒技もできます。一方で簡単に扱えたスキル2と比べると再配置を前提とした性能なので非常にトリッキー。発動に必要な SP が50とやや重めなこともあり、あらかじめどのオペレーターを再配置の対象にするかなどを決めておかなければ、単にケルシーの配置場所を変えただけのような必要 SP に見合わない挙動をするだけとなってしまうので、強力なスキル効果ではありますが、玄人な性能を有したスキルであるとも言えるでしょう。1000個流オーキッドの実装予想時期は11月中旬頃。メインスキルは2と3で、2は範囲殲滅スキルとして、スキル3は主に大型ボス向けの性能となります。
スキル2はスキル発動後即座に離陸して範囲内にいる敵全員にそれぞれ3本4本5本の矢を放つ3回の攻撃を実施。その後着陸した後に自身の前方横3マスに攻撃力の一定割合の物理ダメージを与えるという効果で、スキルは3回までチャージ可能。さらに配置直後は所持 SP に関係なく1回スキルが自動で発動します。千古流オーキッドは素質効果によって常時再配置時間がマイナス15秒され、再配置コストが増加しないため、エイプリルのような準高速再配置型の狙撃オペレーターで、さらに前回の配置マスの周囲であれば地上マスにも配置可能という汎用性の高さも有しています。スキルにはこの再配置のたやすさを最大限に活用したスキルで、配置した瞬間にスキルを1回使用、さらに2回目もわずか3秒で使用できるため、配置してから合計7秒程度で2回のスキル発動が可能です。スキル1回の総ダメージも3万程度なので瞬間火力はかなり高め、雑魚処理や中耐久程度の敵を一掃できるので最も使用することになるスキルでしょう。なお口述するスキル3も合わせて全体的に通常作戦よりかは統合戦略での適性が高く、気泡などによる再配置時間減少効果を用いれば再配置時間を0秒まで短縮したり、ロスモンティスのアルファモジュールと組み合わせれば戦術装備を大量に配置するといったことも可能。総じてメイン火力というよりかは小回りを生かして縦横無尽に駆け回ることを軸にしているので、ここ最近の大火力で敵をなぎ払うようなタイプではないため、直感的に強さが分かりづらい性能になってはいます。スキル3はスキル発動後3秒間のチャージの後に直線方向に進む矢を発射。矢が命中した敵に押し出し効果と一定距離ごとに物理と術ダメージを与えるという効果。バートゥースのスキル3とキリン R 野党のスキル3を足して2で割ったようなスキルで、一直線に進む無限射程の矢を放ち、その通り道にいる敵に一定間隔ごとにダメージを与えるというもの。初期 SP が必要 SP を上回っていることからもわかる通り、こちらも配置後即座にスキル発動が可能で、こちらも準高速再配置らしい運用ができるでしょう。ただスキル攻撃までおよそ3秒のチャージが必要となる上、チャージ中は無敵にはならないので汎用性自体はそこまで高くはありません。原作でもそこまで使用する技でもないので、そういった意味でも性能を再現したスキルであると言えます。続いて術師爆撃術師であるアフリッサ。アフリッサの実装予想時期は12月中旬。メインスキルは3で、基本的にはスキル3を多用することになります。スキル3はスキル発動後3秒間攻撃を停止して、その間に配置されている中継機を回収後再配置時間をリセット。スキル発動中は攻撃間隔を短縮、攻撃力が上昇。攻撃が敵に命中時、その敵に攻撃力の一定割合の術ダメージを与え、さらに足止めを付与。攻撃が中継機を経由したものなのであれば追加で術ダメージを与え、足止め効果を延長。スキル発動中は中継機を2つ使用可能という弾薬スキル。これまでの爆撃術師は一直線にしか攻撃できませんでしたが、アフリッサは中継機を用いることで攻撃方向を曲げたり攻撃距離を延長することができ、例えるなら理想都市のギミックだったセルカーのような攻撃が可能。中継機を経由した攻撃は方向を曲げなくても攻撃距離をプラスにするので、最大で11マス先まで攻撃することができ、これまで届かなかったような場所にも攻撃することができます。そのため攻撃距離及び攻撃方向の自由度は非常に高く、ステージの最高峰から最前線まで一切のリスクなしで攻撃するといったことも。ただアフリッサの性能の中心は中継機にあり、中継機はスキル発動時とスキル終了時に撤去されてしまうので、スキルを発動するたびに中継機の置き直しが発生し、同時に所持コストの消費も発生してしまいます。爆撃術師はただでさえ配置コストが重い中で、さらに中継機を設置する必要があるという関係上、最初のスキル発動で必要なコストはアフリッサ自身と中継機を合わせると実質的には43必要とかなり重いので、モジュールの装備は必須と言えるでしょう。なおスキル3の総ダメージは14万程度と現在の環境においても術師としてはかなり高い部類。また素質によって術耐性無視の効果もあるので、火力については文句はなし。問題はやはり中継機の置き直しの手間と置き直すたびにコストが必要になるという、操作面でもコスト面でも重量級という点でしょう。最後に重装紹介エジオペレーターのメカニスト。メカニストは統合戦略7霊落者の黒竜樹海で入手が可能です。実装予想時期は12月下旬頃。メカニストは統合戦略の特攻オペレーターですが、通常ステージと統合戦略で使用感に大きな差はないため、今回は通常ステージを用いてスキル2を紹介。スキル2はスキル発動中攻撃力が上昇、自身と構造性原理はバリアを獲得。バリアは破壊されるたびに周囲の敵に攻撃力の一定割合の術ダメージを与え、さらに3秒間の戦慄を付与。そしてバリアが破壊されるのと同時に弾薬を1つ消費して再度バリアを獲得するという効果。
メカニストは本種突破の時と同じく召喚物として構造性原理の配置が可能。構造性原理のステータスはブロック 3、HP3500、攻撃力600、防御力550とそこまで高い性能ではありませんが、地上マスであればどこにでも配置可能な上、配置時に HP の 40% のバリアを獲得。さらにメカニストのスキルは構造性原理も含めてのスキル効果となっているので、メカニストと構造性原理でニコイチな性能となっています。スキル2の性質としては、ジョウル壁が破壊されるたびに周囲の敵にダメージをばらまく輪と似ていますが、メカニストはさらに戦慄もばらまくので、敵の攻撃を強制的に止めることができ、バリアは破壊されたのと同時に弾薬を消費して再度展開するので、長時間敵の動きを止めることができます。このバリアの再展開は構造性原理も使用できるので、構造性原理をメカニストの前に配置すればリスクを背負うことはありません。また、付与されるバリアの HP は最大 HP の 10% と低いものにはなっていますが、素質2の効果によってバリアの HP を超過したダメージは無効化されるので、割られ得な性能になっていると言えるでしょう。なお、このバリア破壊時に発生する範囲攻撃及び戦慄付与は空中の敵にも有効。ダメージ範囲も半径 1.5 マスと十分な数値があるので、複数の敵を巻き込むこともできます。スキル2の唯一の欠点は発動に必要な SP が50とやや高いという点。昨今の環境だと決戦スキルに分類される SP 量となるので、おいそれと使えないというのが難しいところでしょう。今回のシーズンのガチャ3オペレーターの個人的な入手優先度は上記の通り。今回実装されるオペレーターたちの性能は前回のプラマニクスやシルバーアッシュ1のような明らかにゲームを壊しに来ているオペレーターはおらず、あくまでも各オペレーターの役職内かつ現在の環境に合わせた星6相当の性能といった印象。その上で特にケルシー・エスペランタは一つ上のレベルにいるといった雰囲気で、常時離陸という半無敵状態での味方のサポートや火力出力は唯一無二の性能と言えます。時点で1000個竜王キットを選びましたが、こちらはコラボイベントで入手機会が少ないことも勘案したもの。統合戦略では秘宝の効果によって縦横無尽に暴れ回る性能を得ますが、通常イベントなどでは以前のコラボオペレーターであるキリン R 野党のようなインパクトはありません。クロージャに関しては先方という職分自体が最終的な目的がコスト稼ぎという関係で競合しやすく、条件次第ではコスト回収効率は1を優に超えるので異常な回収率ではあるのですが、同じくシステムに介入する林魚シルバーアッシュが実装されている現在においては唯一無二という点では薄れています。とはいえ強力な戦法ではあるので、編成や状況に応じて林魚シルバーアッシュとクロージャを入れ替えるのもいいでしょう。ドチョウジマーは今回実装されるオペレーターの中では唯一の永続スキル持ち。そのため置くだけ攻略が主流の当チャンネルではちょくちょく採用することにはなりますが、必須クラスかと聞かれるとそこまでではないというのが正直なところでしょう。アフリッサやベローネに関しても同様でユニークな性能ではありますが、現在の環境においては一般的な星6の性能に収まっているという雰囲気。ベローネのスキル3に関してはさすがに Y モジュールでテこ入れが入ると思うので、その性能を見てからでもいいかもしれません。問題はベローネが実装されるイベントはオムニバスなのでピックアップの復刻がないという点ではありますが、以上で2026年8月から12月までに実装されると思われるオペレーターの紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。